こんにちは。今日は少し大きめのフラットなタイプのトートバッグを作っていきます。上の方を涼しげな透かし模様にしていきます。とても可愛く出来上がります。よかったら試してみてください。操作は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。使う糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100%、 極太、色はホワイト、 40g で40メートル、使用界隈の目安は8号。これを8号で編んでいきます。この糸はこんな感じで少しカサカサとしていて、編み上がるとしっかりとします。太さは 2.5 ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。今回の鎖の数は6の倍数マイナス1。6の倍数マイナス1であればどんな数でも大丈夫です。例えば11、17、23、29、35、41、47、53。しばらく鎖を編んでみて、好みの長さになったら6の倍数マイナス1に当てはめます。鎖編みをしていきます。この鎖は少しだけゆったりと編んでいきます。このまま好みの長さになるまで、それを6の倍数マイナス1に当てはめます。次はこの周りを細編みで一周します。今回の底は細編み一周だけです。鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていく方がきれいに出来上がります。かぎ針から1、2、これが1つ目。マーカーをつけておきます。で、同じところに細編みをもう一つ。これで一つに細編み2つ。次からは1つずつ。このまま端まで編んでいきます。ここまで端まで編んできました。これが最後の鎖。最後の鎖に細編み3つ。まず1つ目、次は2つ目。この糸端を向こうに寄せておきます。この長い糸の下を通って向こう側で、この状態で2つ目、次は3つ目。3つ目を編むときにはこの糸端を手前に寄せておきます。で、3つ目。これで端の鎖に細編み3つでカーブになりました。次からまた1つに1つずつ。まずこの3つ入れた隣、この糸端は編みくるんでいきます。
次はここ。このまま一つに一つずつここまで編んでいきます。一周してきました。今スタートしたところの近くまで来ています。一つ目の細編みを見てみます。このマーカーがついているところが一つ目の細編み。この細編みの入っているところに細編みをもう一つ。ここ。これで端の鎖に細編み3つ。最初の細編みに引き抜きます。これで細長い楕円形が出来上がりました。次から側面を編んでいきます。側面は細編みで編んでいきます。細編みをするので鎖1つ、鎖の根元に細編み、これが1つ目。後で見分けにくくなりそうだったらマーカーをつけておきます。この側面は一つに一つずつ細編みをしていきます。全部一つずつ。で、このまま一周していきます。このカーブのところでも一つに一つずつぐるっとスタートしたところまで戻っていきます。側面の終わりまで来ました。これが最後の細編み。ここは引き抜いた糸なので細編みをしません。この状態で今細編みは12の倍数。一つ目の細編みに引き抜きます。次は側面の2周目。同じように編んでいきます。鎖1つ、根元に細編み。で、見分けにくくなりそうだったらマーカー。次も細編み。全部一つに一つずつ。で、一周して、またここで引き抜いて、次の周。これを繰り返していきます。で、しばらく編んでいきます。18センチ編んできました。段数は26段。ちなみに横幅は32センチ。私はこれぐらいで細編みをストップして、次に模様編みをしていきます。糸が出ているところから続けて編んでいきます。糸が出ているところから続けて編んでいきます。鎖4つ。1、2、3、4。足元1つ飛ばして2つ目に長編み。隣にも長編み。次もこれで鎖4つと長編み3つ。次鎖2つ。1、2、
足元2つ飛ばして3つ目に長々編み。長々編みは2回糸を絡めます。1、2、足元は2つ飛ばして3つ目。2本から引き抜いて、もう一度2本から引き抜いて、これが長々編み。これが花びらになります。鎖2つ。足元2つ飛ばして3つ目に長編み。次も長編み。長編みは全部で3つにします。こういう形の花びらになります。鎖1つ。また長編み3つ。1つ飛ばして2つ目。次はこの部分。鎖2つ。1、2。次は長々編み。2回絡めて、1、2、3。これで長々編み。また鎖2つ。花びらを作ります。足元2つ飛ばして3つ目。これで花びら。長編みは3つにします。鎖1つでこの部分を作っていきます。鎖1つ、1つ飛ばして2つ目、長編みをします。次はこの部分。鎖2つ、足元2つ飛ばして3つ目に長々編み。鎖2つ、2つ飛ばして3つ目。これで花びら。長編みは3つにします。次はこの部分。鎖1つ、1つ飛ばして2つ目。で、次はこの部分。鎖2つ、足元2つ飛ばして3つ目。長々編み。1、2。
長編みは3つ。これを繰り返して1周します。ここまで編んでいきます。で、1周編んできました。これが最後の花びら。今、長編みが1つ。隣にも長編み。最初の鎖の下から3つ目。引き抜きます。で、上が2本で、下は1本。この位置に引き抜きます。これで鎖3つは長編み1つの代わりなので、長編み3つ分、模様がつながりました。次は2周目。鎖3つ。1、2、3。下の細長い四角に長編み。ここに針を入れて、長編み。次はここ。この長編み3つの端、長編みをします。これで長編み3つ分。次はこの花びらの上に花びらを作ります。鎖4つ。1、2、3、4、1、2、3、4。下の四角のこの隅に細編み。この四角の角に細編みをしました。次はこの長々編みの上、ここに細編み。次はこの四角の隅、角。これで細編み3つ。鎖4つ。1、2、3、4。ここに長編み3つ。まずここ。次はここ。こんな形の花びらになります。次も花びらを作っていきます。鎖4つ。1、2、3、4。下の四角の角、細編み。長々編みの上。これで細編み3つ。鎖4つ。1、2、3、4。で、長編み3つ。この花と花の間は長編み3つ。ここも3つ。で、次花びら。鎖4つ。で、細編み。鎖4つ。
次また花びら。これで一周します。ここまで戻ってきます。一周編んできました。今、鎖4つを編んだところ、最初の鎖の下から3つ目、引き抜きます。これで模様がつながりました。次は上の花びら。鎖4つ。1、2、3、4。足元は1つ飛ばして2つ目。長編みをします。これで鎖4つと長編み1つ。あと2つ長編みをします。下の花びらの中に針を入れて長編み2つ。これで長編み3つ。次は鎖2つ。1、2。細編み3つの真ん中、長々編みをします。2回絡めて、これで上の花びらができました。また鎖2つ。1、2。下の花びらに長編み2つ。で、ここに長編み1つ。これで長編み3つ。鎖1つ。足元1つ飛ばして2つ目に長編み。でまた花びらの中2つ。鎖2つ。真ん中に長々編み。鎖2つ。で、ここ。鎖1つ。これを繰り返して1周します。3周目を編んできました。今、鎖2つを編んだところ、また花びらに長編みをします。
に、最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。これで模様がつながりました。次の花を作っていきます。これはお好みによってこの一つだけでも大丈夫です。ここで終わっても大丈夫です。その場合はここで細編みをしていきます。もう一つ花を編んでいこうかと思います。鎖6個。1、2、3、4、5、6。下の長編み3つの3つ目。ここに長編みをします。次は花びらの中、長編みを2つ。これで鎖6個と長編み3つ。この3つの最後の長編み、花びらの中、鎖1つ、また花びらに長編み2つ。次はこの長編みの端、これで長編み3つ。次はここに花びらを作っていきます。ここと同じです。鎖2つ。1、2。ここに長々編み。下の花と花の間。ここに花びらを作っていきます。長々編み。鎖2つ。1、2。下の長編み3つの最後。で、花びらに長編み2つ。これで長編み3つ。鎖1つ。また花びら。これで長編み3つにします。次また花びら。鎖2つ。長々編み。鎖2つ。花びら。鎖。花びら。これで長編み3つ。で、また
れで長編み3つ。これを繰り返して1周します。4周目の終わりまで来ました。今、長編み3つ編んだところ、鎖2つ。1、2、最初の鎖の下から4つ目。1、2、3、4。引き抜いて模様がつながりました。次は5周目。鎖1つ。根元に細編み。次は下の花びらに細編み。ここに細編みをします。鎖4つ、花びらを作ります。1、2、3、4。この長編み3つと3つの間、ここに長編み3つ。次また花びら、細編みをします。鎖4つ。1、2、3、4。細編み。これで細編み3つ。鎖4つ。また長編み3つ。また細編み。これでスタートしたところまで戻ってきます。5周目の終わりまで来ました。今、鎖4つを編んだところ、最初の細編みの手前に細編みをします。花びらの中に針を入れて細編みをします。最初の細編みに引き抜きます。これで細編み3つになりました。次は6周目。
鎖6個。1、2、3、4、5、6。下の花びらに針を入れて長編み2つ。これで長編み2つ。もう一つ、この端の長編みの上。鎖1つ。またここ。花びらに長編み2つ。鎖2つ。1、2。細編みの真ん中に長々編み。2回絡めて、これが上の花びら。鎖2つ。また花びらに長編み2つ。鎖。1、2。長々編み。鎖2つ。これを繰り返して1周します。6周目の終わりまで来ました。今、長編み3つ編んだところ、鎖2つ、1、2。最初の鎖の下から4つ目。引き抜いて、模様がつながりました。次から細編みをしていきます。鎖1つ。根元に細編み。鎖の下に細編み。次は長編みの上。鎖一つの下。長編みの上。鎖二つの下。長々編みの上。これで一周していきます。これで一周して、一つ目の細編みに引き抜きます。細編みで一周しました。次はストラップを作っていきます。
まず平らにして脇にマーカーをつけます。数を数えて、こっちも数えて同じ数になるようにします。次にストラップを作る位置にマーカーをつけます。これは私の場合は端から9センチ、こっちも同じ。間は12センチ。細編みの数を数えていくと、細編みは11個。12個目にマーカーをつけました。マーカーとマーカーの間は細編み17個。で、マーカーの次からここからここまで11個。これは多少好みでずれていても大丈夫です。私はこんな感じで作っていきます。次は今糸が出ているところからここまで細編みを編んで鎖を編んでいきます。で、この脇につけたマーカーは必要なくなるので外しておきます。細編みをするので鎖1つ、根元に細編み、次もこのままマーカーの手前まで編んでいきます。ここからスタートしてマーカーの手前まで来ました。マーカーのところにも細編みをします。次から鎖を編んでいきます。まず1つ目。この1つ目の鎖には後で小さくなって見分けにくくなるのでマーカーをつけておきます。表でも裏でも大丈夫です。私は後で裏に針を入れて細編みをしていくので裏にマーカーをつけました。次は2つ目、3つ目、4つ目と編んでいきます。この長さは作りたいストラップの長さになるまでこのまましばらく編んでいきます。この鎖はあまりきつくならないように気をつけて編んでいきます。鎖編みを47センチ編んできました。鎖の数は60個。この長さはお好みにします。私は今回肩にかけて使えるように少し長めの47センチ。お好みによってもっと短くしても大丈夫です。次はこれをつなぎます。鎖がねじれていないか確かめます。で、最後の鎖にマーカーをつけます。表でも裏でも大丈夫です。後で小さくなって編みにくくなるのでマーカーをつけておきます。で、つなげる時の位置は鎖、長い糸、マーカーのところ、細編みをします。これでつながりました。次から一つに一つずつ普通の細編みをしていきます。
まま反対側まで、ここでまたマーカーのところにも細編み、鎖で、ここでつなぎます。でここで引き抜きます。引き抜いたら鎖一つで、またこの手前まで、鎖の手前まで細編みをしていきます。鎖編みを2本編んできました。最初の細編みに引き抜いて細編み、今鎖の根元まで来ました。でこの鎖の出ている細編みの両脇、ここから糸を出して、ここからも糸を出して一度に引き抜きます。でカーブの形にします。この鎖の出ている細編み、この両脇、まずここから糸を出します。次は一つ目の鎖、マーカーをつけているので、そこに針を入れて糸を引き出します。これで3本糸が出ています。一度に引き抜きます。これでカーブができました。次から一つに一つずつ細編みをしていきます。今ここ、次はここ。私はずっと裏山に入れていきます。こんな感じで反対側のここまで編んでいきます。鎖編みの上に細編みを編んできました。今付け根まで来たところ、またここで2つを1つにします。まずこの鎖の出ている細編み、この細編みの両端、この最後の鎖から糸を出して、次はこっち、ここから糸を出します。こことここを一つにします。まずこのマーカーがついていたところ、ここから糸を出します。糸が出ました。次はここ、これを一度に引き抜いてカーブができました。次から一つに一つずつ細編みをしていきます。これを続けて、ここでも同じ、この鎖の出ている細編みの両端、ここから糸を出して、ここからも糸を出して一度に引き抜きます。で次からは一つずつ、反対側まで来たらまた鎖の出ている細編みの
両端一つにします。でまた一つに一つの細編み、ここまで編んできます。2本とも細編みをしてきました。これが最後の細編み。最後の細編みから糸を抜きます。少し長めに糸を残して最後の細編み、これを針で始末します。これが一つ目の細編み。この隣に針を入れます。手前から向こう2本の糸の下、これが最後の細編み。上から針を入れます。で下の細編みも通って裏に出します。これを整えます。あとは裏でほどけないようにします。これで糸端が隠れました。最後にこの内側を細編みで一周します。そうすると見た目も良くなって丈夫になります。でまた新しい糸でスタートするのはここぐらいからスタートしようかと思います。このストラップの内側にはこの鎖に見えるところ、で鎖一つ、隣に細編み、ここにこの端細編み、次はここ、ただここは角になっているのでここから糸を出して、ここからも糸を出してカーブにします。ここは普通の細編み、次は2つを1つにします。ここから糸を出します。次はこの角の隣、一度に引き抜いてカーブになりました。次から1つずつこんな形になります。次もでこのまま次の角まで、ここでまた2つを1つにします。ここまで編んでいきます。次の角まで来ました。またここでここから糸を出して、次はここから2つを1つにします。まずここ、次はここ、これでカーブができました。次から1つずつ、まずここ、
2本の糸をすくいます。普通の細編み、またここからも普通の細編み、一つに一つの細編みをしていきます。こんな形になります。このまま一つに一つの細編みで編み始めたところまで戻ってきます。内側を一周してきました。これが最後の細編み。最後の細編みから糸を抜きます。これが一つ目の細編み。この間が少し空いているので、この一つ目の細編みに手前から向こう、これが最後の細編み。最後の細編みに上から針を入れます。で、裏に出して、これを整えて、あとは裏で隠します。さっきと同じようにほどけないようにしっかりと留めます。で、反対側も同じようにここら辺からスタートして、こことここで2つを1つにします。こっちもこことここで2つを1つにします。で、ぐるっと編んで糸をつなぎます。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。大きめの花模様が涼しげで可愛い感じになっています。で、ストラップは長めにしました。肩にかけた時に模様がちょっと広がってちょうど可愛い形になるようにしました。綿 100% の糸でしっかりとしています。横幅32センチとたっぷりと物が入ります。サイズを測りました。縦は30センチ、横幅32センチ、ストラップは48センチ。で、この模様の部分は11センチ。使った糸は 230g。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。